何より知事が提唱する真の躍動する標語を前に進めるためには、地方自治法第100条の規定により、政治は国民のもの、県政は県民のものという原点に立ち返り、躍動する標語を一刻も早く前に進めるための提案でありますので、100条委員会を開く会中の採決が2024年6月13日に行われていました。この時点で、どの会派がどのような主張、視点から100条委員会を開くのか、100条委員会を開かないのか、それぞれの主張を元彦君の旅風にしてお送りします。今、元彦クエストの物語が始まる。ただいまから本日の会議を開きます。日程に先立ちご報告申し上げます。本日、北野実議員ほか7名の議員から、元県民局長の文書問題の内容調査に関する動議が提出されました。これより日程に入ります。日程第1、元県民局長の文書問題の内容調査に関する動議を議題といたします。提出者の説明を求めます。戸井田祐介議員。戸井田議員。私から自由民主党議員団および兵庫県民連合議員団の共同による元県民局長の文書問題の内容調査に関する動議について、その趣旨説明を行います。今回の元県民局長の文書問題をめぐっては、人事当局が行った内部調査の結果として、文書の内容は革新的な部分が事実ではなく、誹謗中傷に当たると認定され、去る5月7日、当該文書を作成し、流布した元県民局長であった職員に対して、停職3ヶ月の懲戒処分が下されました。県当局による当該職員への懲戒処分を受け、県民からは内部調査の客観性を疑問視する声が上がり、一部の会派や議員から当局による第三者機関での調査実施の申し入れがなされました。また、県当局が内部調査で助言を受けていた弁護士が、当該文書で言及されている関係団体の顧問弁護士だったことが判明するなど、より中立・公平性を担保した調査の必要性を訴える声がさらに大きくなりました。そこで、県議会としても第三者機関による調査の必要性について協議を行い、全会派の合意を経て、去る5月21日付で議長から第三者機関による客観性を担保した調査に加え、委員の人選、調査方法等については、県議会の意見も踏まえたものとするよう、斉藤知事に要請が行われました。それを受け、知事は第三者機関の設置を表明されました。設置の準備に対しては、中立的な立場で行う必要があることから、その事務の権限について、地方自治法第180条の2に基づき、代表監査委員に委任されたところであり、現在も第三者機関設置に向けた準備会を立ち上げるべく、監査委員事務局による準備が進められているところであります。元県民局長の文書問題は、その発覚からすでに2ヶ月半近くが経過しようとしております。疑念解消の糸口が見えないまま、問題が長期化する中で、県民の県政に対する信頼が揺らぎ、県庁職員の動揺は収まらず、そして重要課題が山積する中で、県議会での議論もこの問題に集中している状況であります。我が会派は、この問題に対する議会としての対応を決めるにあたり、非常に多くの時間を割き、議員の間で活発に議論してまいりました。会派の中には、まずは第三者機関による調査を注視すべきといった意見や、県政や議会のさらなる混乱を懸念する声もございましたが、何より知事が提唱する真の躍動する標語を前に進めるためには、県民からの信頼、協力がなければ実現は不可能であります。この文書問題における真相については、今後設置が予定されている第三者機関による調査によっても解明が進むことを改めて強く期待するところでありますが、第三者機関による調査については、設置準備段階において、委員の選任や調査方法等を含め、議会の意見も一定反映されるとはいうものの、議員は利害関係者として調査に関与することができないこととなっております。
また、調査終了までのロードマップやスケジュールが明確に示されないなど、現在の状況を鑑みても、一刻も早く県民の声に応え、県庁職員の動揺を解消し、県政への信頼回復を早期に図らねばなりません。そのため、第三者機関による調査の動向にとらわれず、県民の代表である県議会が積極的に調査に関わることへの決断に至りました。よって、元県民局長の文書問題の内容調査に関する動議を提出させていただきました。動議の内容について申し上げます。まずは、調査事項については、地方自治法第100条の規定により、令和6年3月12日付、元県民局長の文書に記載されている7項目の内容の審議に関する事項を調査することといたしております。次に、特別委員会の設置として、地方自治法第109条及び兵庫県議会委員会条例第4条の規定により、委員15人からなる文書問題調査特別委員会を設置して、これに付託するものとします。次に、調査権限については、文書に記載されている関連事項を調査するため、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を先ほどの特別委員会に付託いたします。次に、調査期限としては、議決の日から調査終了までとし、閉会中もなお調査を行うことができるものとします。最後に、調査経費については500万円以内とします。以上が今回提出した動議の内容となります。結びに重ねて申し上げます。我が会派においては、動議を提出する結論に至るまで、幾度となく協議を重ねてまいりました。この動議は決して知事を非難するものではなく、何が真実であるか、何が本当であるかを解明するものであります。会派としても苦渋の決断でありましたが、政治は国民のもの、県政は県民のものという原点に立ち返り、県民目線に立って多くの時間をかけて考え抜いた結果であります。県政を停滞させない、そして県民からの信頼回復を図りながら、躍動する兵庫を一刻も早く前に進めるための提案でありますので、全会派、全議員一致で百条委員会が設置されますよう、議員各位の本動議へのご賛同をお願い申し上げ、私からの趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ネクスト元被告エスト維新の会県会議員団の岸口でございます。いわゆる百条委員会の設置について反対の立場から討論いたします。ネット上に出回る怪文書と称する文章で、一部の議員により設置ありきでことが図られてきた印象を百条委員会における本件の調査は、会派や議員の思惑に大きく作用される懸念もあり、恣意的に複数の職員に対して証言を求めることができるなど、必要以上に職員の負担も大きくなることが危惧をされています。第2章最大の援軍。もちろん俺らは抵抗するで、へりくつで戦わなければ生き残れないをお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ナレーションはボイスボックス青山流星がお送りしました。